1990年代。当時のゲーム業界では、任天堂のスーパーファミコンが大人気でした。スーパーファミコンはマリオやドンキーコング、ドラクエ、FF といった超一流のタイトルを取り揃えており、ゲーム機業界の絶対王者として君臨していたのです。ですが、そんなスーパーファミコンと互角に戦い、熾烈なシェア争いをしていたゲーム機があるのをご存知でしょうか。そのゲーム機とは、セガが発売した、メガドライブ。初代ソニックを生み出したゲーム機でもあるメガドライブは、主に北米で大ヒット。時にはスーパーファミコン以上の売り上げを記録するなど、北米ではその名を知らぬ人はいない名作ハードです。が、それと同時にこのメガドライブは、超がつくほどの問題児でもありました。デビュー直後からトラブルの連続で、最後には次世代機へのバトンタッチにも失敗してしまいます。今回は、初代ソニックを生み出した名作ハード、メガドライブの数奇な運命を解説していきます。時代の波に翻弄されながらも、必死にあがいてきた苦難の歴史をとくとご覧あれ。それでは、早速スタートです。1980年代、セガは家庭用ゲーム機市場で苦戦を強いられていました。セガはもともとゲームセンターなどに設置するアーケードゲームを手掛ける会社でしたが、1983年、任天堂がファミコンを発売したことをきっかけに、家庭用ゲーム機市場に参戦します。ですが、何台かのゲーム機を開発したものの、どれもいまいちヒットせず、3代目のセガマーク3や、そのマイナーチェンジ機であるセガマスターシステムは一部地域でヒットしましたが、それでもやはり、当時最も勢いがあったのは任天堂です。任天堂のファミコンは、スーパーマリオブラザーズの大ヒットにより、家庭用ゲーム機市場の絶対王者にまで上り詰めます。実はセガが作った最初のゲーム機は、ファミコンと同じ日に発売された同期なのですが、わずか2年でとてつもない差をつけられてしまいました。アーケードゲームは相変わらず順調ですが、家庭用ゲーム機の売り上げがどうしても伸ばせない。当時のセガは、そのような状態に陥っていたんですね。そんな時、セガの元にある大ニュースが飛び込んできます。どうやら任天堂が、スーパーファミコンという次世代機を発売するらしい。このままでは、任天堂との差がますます開いてしまいます。これ以上差を広げられるわけにはいかない。セガは急いで、次世代ゲーム機の開発を始めました。任天堂より先に次世代ゲーム機を発売することで、シェア争いを有利に進めようとしたんですね。先に出た方を買う人もいるだろうし、早く出すに越したことはないもんな。かくしてセガは、次世代ゲーム機の開発に着手し始めます。当時のコードネームは、マーク5。これは、セガが開発する5番目のゲーム機であることを表していました。次世代機開発における最大の争点は、ゲーム機の頭脳とも言える、CPU のスペックです。当時はアーケードゲーム機、家庭用ゲーム機ともに8ビットというスペックが主流だったのですが、セガは自社のアーケードゲーム機に、より高性能な16ビットの CPU を適用したばかりでした。CPU を8ビットから16ビットに変えるだけで、扱えるデータ量がこれだけ変わってくるぜ。その分ゲーム映像や音楽を綺麗にできたり、動きを激しくしたり、ボリュームを増やすことができるんだよな。またこのマーク5の CPU を16ビットにすれば、アーケードゲームで展開しているソフトを移植することも可能になります。当時のゲーム業界では、ゲームセンターのアーケードゲームを、家庭用ゲーム機に移植するという戦法がよく取られていました。ゲームセンターのゲームが家でも遊べるということで、ゲーマーたちからの人気も高かったそうです。当時アーケードゲームが好調だったセガからすれば、当然マーク5にも16ビット CPU を搭載し、じゃんじゃん移植作品を作っていきたいところ。ですがネックだったのは、コスト面です。CPU を16ビットにすれば、その分当然、値段は高くなってしまいます。ですが家庭用ゲーム機である以上、子供が親にねだれる金額に収めないといけない。例えば当時の洗濯機が3万円程度だったそうですから、このあたりの値段になってくるとなかなかねだりづらいですよね。確かに家電より高いってなると、親も気軽に買ってあげられないよな。そのため、価格を抑えるために8ビットのまま作るべきだという意見も多かったそうです。この性能重視で16ビットにするか、価格重視で8ビットにするかという議論は、なかなか決着がつきませんでした。ゲーム機の根幹に関わる部分だし、慎重になるのもわかるぜ。開発が始まってもしばらく議論が続いていたのですが、ある時、このマーク5の開発部長が16ビット CPU の会社を訪れ、CPU を大量発注する代わりに価格を下げられないかと交渉しました。そしてその結果、見事16ビット CPU を、市場価格の10分の1という超低価格で入手することに成功したのです。あまりに安く調達できたため、結果的にマーク5には、16ビット CPU と8ビット CPU の両方が搭載されることになりました。すごい、完璧な結末じゃないか。その後もマーク5には、機能面、デザイン面ともに様々な工夫が施されていきます。例えば機能面では、メガアダプタという周辺機器を取り付けることで、昔のゲームも動かせるようになりました。またデザイン面は、当時流行り出していた CD プレイヤーに寄せて、円形のデザインと黒いカラーを採用。さらにコントローラーの形状にも一工夫加え、当時としては極めて珍しい、丸みを帯びたデザインを採用しました。これは人間工学に基づいた形状で、長時間握っていても疲れにくい形になっているそうです。当時のコントローラーがほとんど四角かったことを考えると、これもまた思い切ったデザインですね。本体にも丸いパーツがあるし、統一感があっていいな。こうして着々と開発が進み、ついにマーク5が完成。
価格は2万1000円と、16ビット CPU を搭載する機体としては破格の値段に収まりました。当時 NEC が出していた PC エンジンというゲーム機が、8ビット CPU で24800円だったことを踏まえると、かなり頑張ったんじゃないかと思います。すごい。デザインもかっこいいし、これは人気が出そうだぜ。そして最後に名前です。当時の開発チームは、NEC には何としてでも勝ち、最後には任天堂にも勝つという、強い思いがありました。そして社内公募でゲーム機の名前を募り、100件以上届いた案の中から、一つの名前に絞ります。俺たちのゲームは、とにかくでかいものを動かせる。そのような意味を込めて、このマーク5の正式な名前は、メガドライブとなりました。そして、1988年10月、メガドライブは家庭用ゲーム機市場に、華々しくデビューします。初の16ビット搭載機として発売前から注目を浴び、発売直後は売り切れ続出。さらに予定通り、任天堂のスーパーファミコンより2年も早く発売できました。ここまでは全て計画通り。このまま業界初の16ビットゲーム機を引っ提げて、セガの大楽天が始まる。かと、思われたのですが。家庭用ゲーム機初の16ビット CPU。そしてスタイリッシュなブラックの機体に、人間工学に基づいた最先端のコントローラー。2万1000円という妥当な価格。メガドライブのスペックは、家庭用ゲーム機業界で十分やっていける。むしろ、トップに躍り出てもおかしくないものでした。しかしこのメガドライブ、実は発売直後のデビュー戦で、盛大に大ボケしているんです。何？注目度は抜群だったはずなのに、一体何があったんだ？その理由ははっきりしていて、ソフトが足りなかったからです。実はこのメガドライブ、スーパーファミコンより先に出そうと開発を急いだ結果、ソフトの開発が間に合わなかったのです。嘘やん、何そのミス。メガドライブはもともと、発売と同時に4本のソフトを出す予定でした。これは当時のライバルたちと比べても決して少なくなかったのですが、実際に発売されたのは2本。しかもどちらもシューティングゲームでした。まさかのジャンルかぶり。ですがこの2本はどちらも、アーケードゲームで人気を博したゲームの続編。そのためメガドライブが発売された直後には、必須のゲーマーやセガファンたちがこぞって購入し、売り切れる店舗が続出しました。なんだ、しっかり売れてるじゃないか。そう、初動は決して悪くありませんでした。なんですが、実はこの2本のゲームは、メガドライブの性能を活かしきれていなかったのです。開発期間があまりに短かったために、中途半端な出来になってしまっていたんですね。当時メガドライブを買ったゲーマーたちの多くは、ゲームセンターのアーケードゲームが家でも遊べると期待して、ゲームを購入していました。ですが実際にメガドライブで遊んでみると、確かに前のゲーム機よりは高性能だけれども、アーケードゲームと比べると見劣りする。その結果、メガドライブを購入したファンたちは、少し肩透かしを食らってしまったのです。最初の期待値が高すぎたんだな。その後遅れていたもう2本のゲームも発売されますが、今度はどちらも 2D アクション。またしてもジャンルが被った上に、どちらのソフトも開発期間の短さゆえ、ボリュームが少ないという問題がありました。このように、いわばキラータイトルと呼ぶべきソフトが用意できなかったことが原因で、メガドライブのデビュー戦はいまいち盛り上がらないものになってしまったんですね。メガドライブ自体は本当にいい出来なのに、なんともったいない。さらにもう一つ、メガドライブデビュー戦の障壁となった出来事があります。メガドライブの発売からわずか1ヶ月後、任天堂が次世代ゲーム機、スーパーファミコンの発売を正式に発表したのです。この発表の影響で、世間の関心が任天堂に移ってしまったんですね。任天堂の新ハードは今でも注目の的だもんな。これはうまいことやられたぜ。さて、このようにデビュー戦はパッとしなかったメガドライブですが、その後自社の看板 RPG である、ファンタシースターの続編を発売。これが見事ヒットします。当時日本では RPG が流行り出していたこともあり、このファンタシースターはかなり評判になりました。ようやく波に乗ってきたかな。しかもその1ヶ月後には、メガドライブの逆転の一手となる、大型タイトルの発売が控えていました。当時ゲームセンターで圧倒的な人気を誇っていたパズルゲーム、テトリスです。おう、テトリスは強いぞ。テトリスはもともと海外のゲームで、日本でも PC やファミコンなどに移植されていました。ですが最も人気があったのは、セガが作ったアーケード版のテトリスだったのです。その人気っぷりは凄まじく、当時はスペースインベーダー以来の社会現象になっていたほど。もともとメガドライブでは、アーケードゲームの人気作をじゃんじゃん移植していく想定でしたし、これは非常に大きなチャンスです。間違いなく流れが来てる。メガドライブにもとうとう春が。ですが、おい、やめてくれよ。メガドライブ起死回生の一手となる予定だったこのテトリスは、なんと、発売中止となってしまったのです。さらによりによって、セガがずっとライバル視してきた、任天堂のゲームボーイから発売されることになりました。嘘だー。なんでそんなことするの？この発売中止の原因は、セガが持っていたライセンスにあります。当時セガは、テトリスを作るためのライセンスを取得していたのですが、このライセンスが業務用限定。つまり、アーケード版しか作れないものだったのです。なんだって？セガはそうとは知らず、せっせとメガドライブのテトリスを作っていたんですね。そしてゲームが完成して発売する直前で、ようやくセガはライセンスが違うということに気づきます。
ですがその頃にはもう、任天堂が家庭用ゲーム機のライセンスを取ってしまっていた。そんな、バカな。こうして、メガドライブ最大のヒット作になるかもしれなかったテトリスは、倉庫に眠ったまま廃棄されることになったのです。なんだこの悲しい物語。ちなみにこのメガドライブ版のテトリスは、さっきも言ったように発売の直前で中止が決まったため、すでに大々的な宣伝を打ってしまっていました。もちろん発売中止が決まった段階ですぐに PR しましたが、当時はまだインターネットなども発達してない時代。テトリスの発売予定日には、発売中止を知らなかったファンが、どこにもないテトリスを求めてさまよっていたそうです。いや辛すぎるだろ。不幸になる人が多すぎる。なお余談ですが、ゲームボーイ版のテトリスは日本どころか全世界で大ヒットし、それに伴ってゲームボーイも大きく売り上げを伸ばしたそうです。もう逆に笑えてきたぜ。この一件はあまりに衝撃的な出来事だったため、通称テトリス事件として、ゲームの歴史に刻まれることとなりました。かくして、デビューから踏んだり蹴ったりなメガドライブくん。悲しい、背中が悲しいよ。ですがようやく、メガドライブくんにも明るい兆しが見え始めてきます。むしろ召されそうだけど大丈夫か。テトリス事件の2ヶ月後、サンダーフォース2メガドライブというソフトが発売されます。これは横スクロールのシューティングゲームだったのですが、そのビジュアル、サウンド、操作性すべてがハイクオリティ。当初セガが作りたかった、ゲームセンターと何ら遜色のないゲームに仕上がっていました。さらにその2ヶ月後には、メガドライブ大ヒット作の一つ、大魔界村が発売。こちらは、当時ゲームセンターで稼働中だったものを移植した作品なんですが、アーケード版と全くプレイ感覚が変わらない、忠実な移植作に仕上がっていました。そのため当時のゲーマーたちの間では、家で大魔界村を練習し、その腕前をゲームセンターで披露するという遊びが流行ったそうです。何それ楽しそう。かくして、これら2つの作品はどちらも非常に高い評価を得ることができました。発売から約1年経って、ようやくメガドライブの性能にソフトが追いついてきたんですね。しかしこの時期は、メガドライブに限らず、ライバルたちも非常に勢いづいていた時期でした。例えば任天堂は、ドラクエ4、ファイアーエムブレム、FF3 と、一戦級のモンスタータイトルを次々と投入。そしてその勢いのまま、ついにスーパーファミコンが発売してしまいます。しかもスーパーファミコンと同時発売されたソフトは、スーパーマリオワールド、F0、グラディウス3と、これまた当時の人気作ばかり。任天堂の国内での地位は、もはや盤石のものとなっていました。ソフトのラインナップが強すぎるんよ。一方でもう一人のライバルである PC エンジンも、ボンバーマンなどの人気タイトルを発売してファンを獲得。結果として、1990年が終わる頃には、日本市場のトップは任天堂。PC エンジンがその数分の1。そしてメガドライブのシェアは、さらにその半分といったところでした。せっかくいいソフトが出てきたのに、他が強すぎて勝負にならない。メガドライブは、絶対絶命のピンチに陥ります。このままじゃメガドライブくんが、誰か助けてくれー。うわ、なんかすごいスピードで駆け抜けてったぞ。まさか。メガドライブ勝負の年、1991年。ついにあのキャラクターの登場で、メガドライブの反撃が始まります。1991年3月。発売から約2年をかけて、メガドライブは国内売上150万台を突破します。ですが、ついこの間発売したばかりのスーパーファミコンは、たった4ヶ月で売上150万台に到達。しかもその勢いは、まだまだとどまるところを知りませんでした。もはや、国内では勝負にならない。ですがセガにはまだ、起死回生の一手が残っていました。それが、北米市場です。実はこの時、まだ北米では、スーパーファミコンが発売されていませんでした。北米でスーパーファミコンが発売されるのは、今から約半年後の8月。一方でメガドライブは、日本で発売した翌年には北米にも進出。じわじわとファンを増やしており、スーパーファミコンを迎え撃つ準備は万全でした。勝負をかけるなら今しかない。セガは来たるスーパーファミコンとの勝負に備え、切り札とも呼べるカードを切ります。実はセガは、1990年から、ある一大プロジェクトを進めていました。任天堂の強さの秘訣は、看板キャラのマリオがいることだ。セガでもマリオのような看板キャラクターを作って、ゲームと一緒に売り出そう。そのような流れで、セガの看板ゲームを作るプロジェクトが発足します。ですが、今更看板ゲームを作ったところで、おそらく任天堂には勝てない。そこでセガは、ある大胆な作戦を考案しました。その名も、全米大ヒット作戦。まずはアメリカでゲームを大ヒットさせ、その後、全米で大ヒットという歌い文句を引っ提げて、日本市場に逆輸入するという作戦です。全米大ヒットっていう言葉を取りに行ったのか。でもそんなの、取ろうと思って取れるもんじゃないだろ。その通り。全米で大ヒットなど、やりたくてもなかなかできるものではありません。ですが、今度のセガは本気でした。まずセガは、アメリカの若者たちに目をつけます。当時はアメリカでも、ゲームといえば任天堂。多くの子供たちがファミコンで遊んでいました。しかしよくよく見てみると、アメリカのゲーマーのほとんどは、まだ小さな子供たち。例えば10代半ばから後半の若者たちは、あまりゲームで遊んでいませんでした。この若者たちを取り込むことができれば、任天堂に勝つチャンスになるかもしれない。
隠して新作ゲームのターゲットは、アメリカの10代の若者に絞られることになります。続いて開発スタッフたちは、アメリカの若者が何を好むかを徹底的にリサーチ。その中で彼らが着目したのは、アメリカの若者たちが重視する、かっこいいという感覚です。当時のアメリカでは、西部劇や戦争もののヒーローのような、アウトローでかっこいいキャラクターが人気を博していました。そこで考えられたのが、スピーディーでかっこいいゲーム。メガドライブのスペックを活かした超速いアクションゲームを作ることで、アメリカの若者たちにかっこいいと思ってもらおうとしたのです。メガドライブの性能も活かせるし、これはいいコンセプトだぜ。ゲームのコンセプトが決まったら、次はいよいよ、セガの看板となるキャラクター作り。まず開発チームがこだわったのは、敵への攻撃方法です。今回作るのはスピード感を楽しむゲームですから、敵を倒すためにいちいち立ち止まるわけにはいかない。そこで生み出されたのが、丸まって敵に体当たりするという戦い方です。このようにすることで、全速力で走りながらでも、敵を倒せるようになります。そしてそうなってくると今度は、丸まって敵を倒せるのってどんなやつだ、という議論に。その結果候補として上がってきたのが、硬い体を持つアルマジロ。そして、背中に鋭いトゲを持った、ハリネズミです。どちらも体を丸くすることができますし、そのまま体当たりされたら痛そうですよね。こうして、セガの看板キャラクターの候補として、ハリネズミとアルマジロのキャラクターが生み出されることになります。また他にも、ウサギやオオカミ、鳥、ヒゲオヤジというキャラクターも生み出されました。最後のやつどした？その後開発チームは、どのキャラクターを採用するかを決めるべく、アメリカに渡ります。そして各キャラクターが書かれたプラカードを持って、アメリカの公園でアンケートを取りました。その結果選ばれたのが、ハリネズミのキャラクターです。隠してセガの看板キャラクターは、ハリネズミに決まりました。そして選ばれたキャラクターは、セガのロゴと同じ青い体と、当時大人気だったマイケル・ジャクソンのブーツを与えられ、その性格はアメリカ人好みの、ちょっとキザで生意気なものに。こうして、ついにセガの看板キャラクター、ソニック・ザ・ヘッジホッグが誕生したのです。ソニック来たー。これまでずっと、腐敗を舐め続けてきたメガドライブ。その命運が今、一匹のハリネズミに託されました。そして、1991年6月23日、北米市場でついに、初代ソニック・ザ・ヘッジホッグが発売されます。ゲーム性、デザイン、世界観の全てをアメリカ寄りにした今作は、見事アメリカ人のハートに突き刺さり、ソニックはこれまでの比じゃないくらいの大ヒットを記録。アメリカ中にソニックブームが巻き起こります。そしてその結果、メガドライブの売り上げも激増。先ほど日本での販売数は150万台だったとお伝えしましたが、アメリカではこの6月から12月までの半年間で、160万台のメガドライブを売りさばきました。めちゃくちゃ売れてる。なおあまりの人気にアメリカでの在庫が足りなくなり、この年のクリスマスシーズンには、急遽日本から大量のソニックとメガドライブを輸送。ケネディ空港をソニックで埋め尽くしたという伝説が残っています。またこのソニックが大ヒットした背景には、当時の CM が話題になったことも大きかったですね。マリオとソニックを隣に並べて、早いからこっちがいいとソニックが選ばれる CM です。めちゃくちゃ挑発してる。その後、1991年8月に、任天堂のスーパーファミコンが北米市場に襲来。こちらも当然大ヒットを記録したのですが、今回ばかりはメガドライブも負けませんでした。ゲーム機業界の絶対王者、任天堂の新型機と、互角の戦いを繰り広げます。あの小さかったメガドライブくんがこんなに立派に。なんか涙が出てきたぜ。そして、運命の12月。北米での年末商戦で、ついにメガドライブが、任天堂に勝利したのです。うわー、メガドライブくーん。これまでずっと、任天堂の陰でくすぶっていたメガドライブ。発売から3年の歳月を経て、ようやく日の目を見ることになりました。またこの初代ソニック・ザ・ヘッジホッグは、北米のみならず欧州でも大ヒット。最終的に1991年だけで、全世界で200万本を売り上げます。ソニックはこの年、最も売れたゲームだったそうです。さすがソニック、メガドライブくんのピンチを見事に救ってくれたぜ。欧米でここまで話題になったってことは、当然日本での反響もすごかったんじゃないか？そう、思いたかったのですが。北米でのソニック人気は、とどまるところを知りませんでした。翌年発売されたソニック2も500万本を売り上げ、それに伴ってメガドライブも、約400万台売れています。また翌1993年には、ソニックのアニメシリーズが日本もスタート。さらにマクドナルドのハッピーミールにもなるなど、もはやソニックは、アメリカの国民的アイドルになっていました。一方日本では、1991年7月、予定通り全米で大ヒットという歌い文句を引っ提げて、初代ソニック・ザ・ヘッジホッグが発売されます。ですがここに来てセガの目論見が大きく外れ、ソニックはそこまで話題になりませんでした。ソニックを徹底的にアメリカ好みにしてしまったために、逆に日本人には刺さらなくなってしまったんですね。なんてこった。また当時の日本では、ドラクエや FF といった RPG が本格的にブームとなり、これまでの主流だったシューティングゲームやアクションゲームの人気が下がり始めていました。こういった事情も相まって、ソニックはある程度売れはしたものの、欧米ほど話題にならなかったのです。さらにここでセガは、ある痛恨のミスを犯してしまいます。
1991年の年末、セガはメガドライブの周辺機器、メガ CD を発売。これはメガドライブの下に接続する機器で、これを使えば、当時最先端だった CD ロムのゲームが遊べるようになるという代物です。ソニックが不発に終わった今、これを起爆剤にしてなんとか挽回したい。当時のセガには、そんな思いもあったことでしょう。ですが残念ながらこのメガ CD は、本家メガドライブが発売された時以上に注目されませんでした。メガ CD なぜメガ CD は流行らなかったのか。その理由はいくつかありますが、まず第一に、値段が高かった。先ほど、当時は洗濯機の値段が3万円ちょいだったと説明しましたが、このメガ CD の価格はなんと、49,800円。うわ、家電を超えてきた。しかもこのメガ CD は、メガドライブ本体がないと遊べません。メガドライブ本体と一緒に買おうとすると、合計で7万円を超えるという超贅沢品でした。それに加えてセガは、このメガ CD 発売のタイミングで、またしてもソフトを揃えられなかった。メガ CD と同じ月に発売されたソフトは、全部で6本。本数こそ本家メガドライブの時より多かったのですが、ジャンルが問題でした。この頃は RPG が大人気だったにもかかわらず、発売された中で RPG はわずかに1本。さらに唯一発売された RPG ゲームも、一部のショーがムービーだけのダイジェストになっているなど、発売に間に合わせるために無理やり完成させたような内容でした。今回もセガは、ゲーム機の性能に見合うソフトを用意できなかったのです。やっぱソフトがないとゲーム機は売れないのよ。そしてその結果、日本での状況は相変わらず任天堂の一強。新ハードのスーパーファミコンも絶好調で、1991年だけで400万台を売り上げました。翌年になってもその勢いは止まらず、ブーム真っ只中の RPG を大量投入。ロマンシングサガ、ドラクエ5、新女神転生、FF5 と、これまた強力なラインナップで他社を圧倒します。一方のメガドライブは、頼みの綱のメガ CD が爆死したことに加え、得意ジャンルのシューティングとアクションゲームが売れなくなって大苦戦。RPG のゲームも出してはいましたが、その多くはなぜかシミュレーション RPG やアクション RPG と、当時世間が求めていたオーソドックスな RPG はほとんど作られませんでした。そして1993年には、スーパーファミコンの国内売上が1100万本を突破。対してメガドライブは300万台と、国内での主流はもはや決していました。日本と海外でここまで変わってくるんだな。ですが一方で、この頃になると国内でも、メガドライブに一定の固定ファンがつくようになります。任天堂のように万人受けはしないものの、好きな人はめっちゃ好き。このメガドライブは、そのようなポジションになっていったんですね。欧米みたいな派手な伸びはなかったけど、徐々にファンを広げていってたんだな。そんなこんなで、メガドライブは発売から5年目を迎えます。当時は発売5年目ともなると、もうゲーム機としては円熟期。世間的にも、そろそろ次世代機が来るのではないか、という憶測が出始めていました。そしてその予想通り、とうとうメガドライブにも、世代交代の時期がやってきます。メガドライブ君もとうとう引退か。欧米で圧倒的な成功を収め、日本でも小規模ながらしっかりファンを増やしたメガドライブ。色々と問題もあったものの、なんだかんだで悪くない成績を残しました。僕の役目はこれで終わりだ。あとは次の世代にバトンタッチし、悠々自適な隠居生活を送るのみ。かと、思われたのですが。メガドライブの発売から数年の月日が流れ、セガは次世代機の開発をスタートさせます。その名も、セガサターン。メガドライブからさらに性能を向上させ、なんと32ビット CPU を2つも搭載した、最先端ゲーム機です。メガドライブのおかげでじわじわとファンを増やしていたセガは、続くセガサターンでさらなるシェア拡大を狙っていました。しかし、このセガサターンの開発に、難色を示すものが現れます。それはなんと、セガの北米チーム。北米ではまだまだメガドライブが絶好調だったため、ここで次世代機なんか出されたら、メガドライブの足を引っ張ってしまう。そう考えた北米セガが、セガサターンの開発に待ったをかけたのです。まさか仲間から切りつけられるとは。しかも当時、メガドライブの売り上げは北米が圧倒的だったため、日本の開発チームは、北米セガの言葉を無視するわけにもいきませんでした。そこで折衷案として、セガサターンと並行してもう一つ、メガドライブのパワーアップユニットの開発も進めることになります。その名も、スーパー 32X。メガドライブの上部に接続するユニットで、セガサターンと同じく、32ビット CPU を2台積んでいます。北米セガはこのスーパー 32X を使って、セガサターン発売後も、メガドライブの市場を維持しようとしたんですね。今度は上にくっつくユニットなんだな。ちなみにこれは、メガ CD と同時に使うこともできます。全部くっつけるとこんな感じ。でけえ。この状態は、通称メガドラタワーと呼ばれていますね。メガドライブ単品の高さは約5センチなんですが、メガドラタワーはなんと30センチ。しかもメガドライブ、メガ CD、スーパー 32X それぞれにコンセントが必要だったため、コードも絡まりまくって無茶苦茶になったそうです。遊びづらいにも程があるだろ。かくして、セガサターンとスーパー 32X の両方を発売する羽目になったセガ。1994年の年末に、スーパー 32X を全世界で、セガサターンを日本国内のみで先行発売します。そして、その結果はどうだったかというと、ダメだ、嫌な予感しかしない。
国内のみで発売されたセガサターンはまずまずの結果を残しましたが、スーパー 32X の方は見事に爆死。こちらは北米も含めた全世界で発売されたにもかかわらず、日本国内のみで発売されたセガサターンと同じくらいしか売れませんでした。セガとしては、メガドライブが普及していた北米では売り上げを伸ばせると見込んでいましたが、セガサターンのために貯金しておこうという人が圧倒的に多かったみたいですね。まあ、そうなるよな。しかもこのスーパー 32X の投入は、翌年以降もセガを苦しめることになります。開発ラインの多くをスーパー 32X に割いてしまった結果、セガサターンの供給体制を整えられなかったんですね。その結果、翌年北米でセガサターンが発売された際、販売店の少なさやソフトの供給不足で苦戦。さらにはメガドライブの市場を中途半端に残したために、なんとメガドライブとセガサターンが競合して共倒れする事態に。いやー、これは目も当てられない。最終的には北米セガも、さすがに時代の流れには逆らえないと悟り、セガサターンの普及に全力を注ぐようになりました。こうして、波乱に満ちたメガドライブの旅路は、ようやく終わりを迎えたのです。最後まで波乱万丈だったな。このメガドライブはあまりにいろんなことをやらかしたため、以前しくじり先生に取り上げられたこともありましたね。ですが、メガドライブは決して失敗作というわけではありません。最終的には日本で350万台、欧米で2500万台、全世界で3000万台以上売り上げ、セガのゲーム機の中で最大の売り上げを記録しました。また任天堂と比べてみても、スーパーファミコンが4900万台、64が3300万台なので、かなり検討した方なんじゃないかと思います。今でも世界中にファンが多く、2019年にはメガドライブミニという復刻版も発売されました。ちなみにこの時、デコレーションキットとしてメガドラタワーミニも発売されています。公式もネタにしてる。さらになんと、ブラジルなどの南米では、未だにメガドライブが現役で遊ばれています。2016年に、セガの公式代理店であるテックトイという会社から、新型のメガドライブが発売されたりしているんですね。このように、今でも世界中にファンがいるメガドライブ。色々と問題も起こしてきたものの、このメガドライブがなければ、セガの運命は大きく変わっていたことでしょう。ソニックも生まれなかったかもしれないしな。また何度もボロボロになりながらも、当時激動だったゲーム機業界で必死に戦い、欧米では任天堂とも互角の戦いを繰り広げました。だからこそこのメガドライブは、今でも人々の記憶に残り、これだけ愛されているのだと思います。そして今ならなんと、任天堂スイッチオンラインプラス追加パックで、メガドライブのソフトを遊ぶことができちゃいます。この動画を見てメガドライブに興味が出た方は、ぜひ一度、メガドライブのソフトを遊んでみてほしいですね。みんなでメガドライブくんに会いに行こう。以上、今回はメガドライブの歴史をご紹介しました。動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をぜひお願いします。たくさんのコメントも待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。